多分、バッキバキに過ごすしかないもん。トラウマを植え付けられたもん。ジャングルに放り出されて、アナコンダと目が合った時は死んだと思ったもん。ライモンチャンネルだもん。ママ、おはもんだもん。今日パソコンが届くから、ちょっと朝っぱらから失礼してるもん。昨日配信できなかった思うけど、いろいろパソコンの設置する場所の掃除とか、いろいろいっぱいしてたから、配信とかできなかったもん。ごめんなさいだもん。ライモン、今日パソコンいつ届くだろうってずっとお問い合わせページを更新し続けて、貫徹一日徹夜をしてしまったもん。ものすごく眠いもん。頭回ってないかもしれないもん。もうそこは申し訳ないもん。ちょっとなんだろう、このドキドキ、ちょっと早く届くのかなって。これでお昼ぐらいまで届かなかったらライモン目バッキバキだもん。充血してバッキバキのままだもん。ちょっとなるべく朝に届いてほしいもんけど、早く届いてくれるといいなって思ってるもん。心が落ち着く好きな場所はどこ？やっぱりベッドの中が一番の安息地も。ライモンベッドに関しては、なんだっけ、スリープなんたらっていう弾力性のやつを使ってるもんけど、あれですごい足を少し高くして寝たりとか、とりあえず頭にフィットするサイズの枕で寝たりとか、いろいろ工夫して安眠できるように頑張ってるもん。でも今日貫徹したから意味なかったもん。そもそもが意味なかったもん。ちょっとドキドキとワクワクと興奮が抑えられずに、ついに届くんだっていう嬉しさで寝られなかったもん。ちょっとアドレナリンがいっぱいババババババーって出てきた感じだもん。本当に。だからちょっと今一番落ち着けるはずのベッドの上で配信してるもんけど、全然落ち着けてないもん。むしろ逆効果かもしれないもん。ちょっと今までで一番思い出深い旅行は修学旅行でフェリーに乗ったもんね。その時に男子からのセクハラを撃退した話を夜消灯10時だったもんけど、消灯過ぎた後に女の子たちで小さな声で女子会でダベってやっつけてやったって話をしたら、バーンっていきなりドア蹴破られて、お前ら何してるんだ、今すぐ寝ろって男の先生に怒られたもん。多分急所くまちゃんさんお茶ありがとうございましたもん。ありがとうございましたもん。きっと多分急所を蹴って撃退したっていう話の直後に入ってきたから、多分思い当たることがあったかもしれないもん、先生に。ちょっとそこはちょっと理不尽を感じたもん。ちゃんと他の部屋から話し声聞こえるのに、ライモンたちの部屋だけずっと静かにシーンってもう寝ようってなって、ちょっと悲しい思い出になってしまったもん。すごい、それは修学旅行の思い出。それは急所の話をしてる途中に先生がバーンってドア開けて入ってきて怒られたことだったもん。悲しい思い出も。一番のリラックス方法は、ライも今リラックスできてないもん。本当に今日 PC 届くから本当にずっとなんていうかワクワクしてて、全然落ち着きがないもん。だからよくホットアイマスクみたいなやつのあれのアロマなんちゃらみたいな、そういうのを匂いがついてる心を落ち着ける香り、アロマセラピーじゃないけど、そういうハーブ的なのをずっと嗅いでるもんけど、全然落ち着けないもん。本当に
しかも今7時から配信撮ってるもんけど、配達8時から12時の間ってなってるもんから結局この後もずーっとなんていうか、バッキバキに過ごすしかないもん。目をバッキバキ過ごすしかないもん。もう玄関前待機だもん。ピンポンの音を見逃すわけにはいかないもん。本当に。再配達なんてもう本当にありえないもん。もうボロクソに扱われるに決まってるもん。最初の配達でありがとうございますって送ってるのが一番正しい方法だもん。リラックスできてないもんから、なんとかリラックスしたいもんけど、全然リラックスできてないもん。どうにかこうにかリラックスして、PC をちゃんと受け取りたいもん。最後に食べた変わった料理は、ないもん。基本的に好き嫌いはないもんけど、なんだろう。これ何年も前も OK ということだったら、台湾でちょっと酸っぱめのなんかスープみたいなやつを飲んだというか食べたことはあるもん。あれは正直言ってしまうとあまりお口に合うものではなかったもん。そもそもライモン、辛いもの、甘いもの、酸っぱいもの、この三大調味料みたいな、これ全部無理もん。ライモンが好きなのは、でもしょっぱいのは好きなんだもん。ちょっとだけ矛盾してるもんけど、しょっぱいと辛いは別もん。しょっぱいと酸っぱいもまた別もん。これはもう別枠で考えた方がいいもん。早く PC 届いてほしいな。今どうだろう、どこまで行ったんだろう。一番最初に来てくれるかな。玄関で待ってようかな。玄関で待機してはーいって聞こえてきたらちょっと配達員さんもびっくりするかもしれないもん。ゲーってまあ部屋そんなに届くの待ち遠しかったんかって待機してるかもしれないもん。なんだろう。パソコンが何に対して情熱を感じますか？今パソコンに対してとてつもない情熱を感じてるもん。これから届くパソコンでこれからどんなことができるか考えるだけでものすごい情熱というか気持ちの高ぶりを感じてるもん。ライモン PC 届いたら何しようかな。一番最初はやっぱり設定とかそういうのを頑張ってやらないといけないもんから、そこが一番ネックだもん。それさえうまくいけばあとはちゃんとできるはずだもんから、 PC そこと早く届いてくれないかなって、もうそれだけだもん。もう PC しか今ライモンの頭の中 PC9 割ぐらいで、残りの1割のリソースはちょっと何も考えてないもん。何かを考えてるわけではなく、何も考えてないもん。お題変わりそう。一人で過ごすのは楽しい？ライモン一人で過ごすのは超楽しいもん。なんというか、心を落ち着ける時間っていうのは人生において大事なものだもん。って言っても人生の3分の1は睡眠だもんから、その3分の2をどう安らかに安穏と過ごせるのかが、楽しく過ごせるかが重要だもん。人生の3分の2が楽しくなかったら、もうそれはもう楽しくないもん。3分の1はとりあえず寝とけだもん。あとは考えるべきは人生の3分の2。ここをいかにして楽しいものにできるか。それさえ分かればオールオッケーだもん。ライモンは分からないから、それはちょっと何も言えないもんけど、とりあえず早く PC 届いてくれないかなってずっと考えてるもん。全然関係ないもんけど、もう本当に頭の中 PC のことだけだもん。PC のことしか考えてないもん。早く届いてくれないかなって。早く届いてくれたら、まず梱包どうしよう、玄関落とさないように置いてもらって、それで
コンポ開けて説明書開けてってもうシミュレーションまでしてるもん。もう PC のことしか考えてないもん。届いた PC どう設置しようかとかしか考えてないもん。本当に昨日というか昨日から今までにかけてずっと PC の配置をずっと考えて移動させてやってたもん。好きなお祭りの出店は金魚すくいがレモンは金魚すくいが好きだもん。あとは的当て、あれ絶対外れでもそこまで損というかはないもんからまあ金魚すくい家に帰ってそう金魚を育てはシドさんお茶ありがとうございます。もう嬉しいもん。好きなお祭りの出店のお話してたもん。そうだから金魚すくい悲しい思い出があって金魚をすくってお家に持って帰って育ててたら3日も経たずに金魚がなんか沈んでしまったもん。餌やりもしっかりしてたのに沈んでたもんけどブクブクする泡のやつつけてなかったから没してしまったもん。だからその金魚さんそれらいも知らなくて号泣してでそれを死んだもんはしょうがないって言ってライモンパパにトイレにジャーって流されてさよならバイバイしてしまったもん。もう海に戻ってもしかしたら生き返ってるかもしれないもん。ニモみたいな感じで生き返ってる可能性はあるかもしれないもんからそれにかけてるもん。あとは的当ては得意ではなかったもんけどまあそこそこの景品が当たれば楽しいもんよ。そんなもんも祖父母に学んだ最も大切なことはライも祖父母祖父母海外に住んでるから交流ないもんけどしかも母方の祖父母はもうすでにお空の彼方に羽ばたいてしまったもんから父方の祖父母になるもんけど全然交流がないというかとりあえず顔すらあんまりというか一回写真で見てもう覚えてないあった気はするけど会ってないみたいなそんな感じだもん。でも祖父母から最も学んだ大切なこと大切って言うとちょっと語弊があるかもしれないもんけどとりあえず危機管理能力トラウマを植え付けられたもん。遊びに行ってトラウマを植え付けられたもん。ジャングルに放り出されて一人で戻ってこいっつってトラウマを植え付けられたもん。何だったんだもんあれは一体何だったんだもん。トラウマを植え付けられてそれ以来はずっと自己の危機管理能力を最大限に上げたもん。アナコンダと目が合った時は死んだと思ったもん。ダッシュで逃げたもん。お腹が膨れてたからよかったもんけど膨れてなかったら絶対パクッと丸飲みされてたもん。本当にやめてほしいもん。もう二度と会いたくないもん。もうちょっと年間で好きな月はいつですか？やっぱり春生まれライモン春生まれだから4月が一番適温で好きな月だもん。数字自体は2が好きだもんけどちょっと寒さにはライモンは弱いもんから好きな月ってなると4月が一番。あと桜もいっぱい咲いてくれるしなんていうか晴れやかな気持ちになるから4月新しいスタートを切れるっていう感じですごい好きだもん。春はやっぱり何かが始まりそうっていうそういう予感を感じさせるのが一番いいところだもん。春はやっぱり4月っていう4月を過ぎて5月の梅雨に入ったらもうちょっと春は春だけど春じゃないみたいな4月だけ春っていう感じじゃないもん。ライモンは春って言われたらすぐ4月しか思いつかないもんけどみんなはどうなんだろうもんわからないもん。
黒猫さんお茶ありがとうございますもん。嬉しいですもん。春はいいもんもん。今年もお花見行ったけど多分昨日の台風で蹴散らされてしまったもん。悲しいもん。完全に蹴散らされてしまったからがもうちょっと悲しいもん。熱帯魚の世話をしたことありますか？さっき金魚すくいのお話をしてたもんけど、熱帯魚のあれは熱帯魚じゃなかったもん。デメキンでもないもん。なんだろう、なんていう品種かわからないけど、なんかそういう赤い小さな金魚だったもん。確かそれのお世話あるもん。あと熱帯魚に遭遇したことあるもん。アマゾンの川を下るときに熱帯魚がピチ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 って跳ねて横をで、そこをピチピチピチって跳ねてるところをバクってなんかワニさんが食べてるのをビクビクしながら見たことはあるもん。育てたことはないもんけど、そういうのは見たことあるもん。衝撃映像もう世界世界不思議発見、世界なんだこれミステリーなんだろう、番組名なんかあげちゃってるもんけど、そんな感じのちょっと衝撃的な映像を見てしまったもん。だからお世話自体はしたことはないもん。声がまたちょっと朝だから枯れてきてしまってるもん。貫徹してるからまだ PC 届かないかなってずっと今もずっと9割くらいPC 早く届かないかなって考えてるもん。お題だ。もし自分の名前が新しい言葉になったら何を意味する？雷門じゃないもんか？雷門じゃないもんか？ライモンそのまま雷門じゃないもんか？そこになってしまうもん。それ新しい言葉、ライモンの新しい言葉、他に当て字あるもん。来来る、もん来文来る文文春、ちょっと違う気がするもん。ちょっとよくわからないもん。ちょっとこのお題のチョイスがちょっとよくわからないもんけど、とりあえずライモン変換するなら雷門になってしまうもん。ひらがなでよろしくだもん。もうひらがなもめんどくさかったらもう雷のシャーのマークでライモンを表していいもん。ライモン雷属性だから、そう雷で表して大丈夫だもん。ちょっと声が枯れてきて、朝だからちょっとまだPC 届くのまだかなってずっと考えてるもん。8時から12時に設定してるもんがずーっとその間玄関で待ってようかな。ちょっと寝る直前に考えがちなことは今日は寝てないもんけどずっとパソコンのこと考えてたもん。届くパソコン初めて買ったパソコン初めて買ったパソコンじゃないもん。2回目も今回が2回目2つ目のパソコンだもんからもうドキドキだもん。だからちょっとなんというかドキドキとワクワクが止まらなくて声もガラガラになってきたもん。でもパソコン以外に考えろ。9割以外の1割の中で考えるお題に答えるんだ。お題に答えるんだもん。残りの1割で寝る直前に考えがちなこと。眠いなーとか他に何考えることあるもん。今日も一日頑張ったな。お疲れ様だもんとか、おつもんとか、そんな感じじゃないもん。ライモン、基本的にバタン9な感じで、真っ暗な感じで寝ちゃうもんから、全然そこら辺のことよくわからないもんけど、みんなもそうなんだもん。みんな何考えてるもん。寝る直前。何が反省とかしてるもん。ライモンはもう寝ようと思ったらそのままバタンキューみたいな感じなんだもんけど、好きな授業中の時間つぶしはライモンはち
ちょっと授業中の時間つぶしは、お絵かきとかよくしてたもん。あとは折り紙、小さな、ちっちゃい折り紙があって、それで鶴を折って千羽鶴みたいな、見つからないように折って、で、ちょっと横に飾っておいて、ちょっと量が多くなってきたら横に飾っておいて、それで、気づかれないように追加していくというミッションを行っていたもん。気づかれたことは一度もないもん。いや、気づいててスルーされてたかもしれないもんけど、とりあえず、そんな感じで時間は潰してたもん。あとは消しゴムをね、消しカスを練り練りしたりとか、あとは机の気になる傷とか、落書きとか補修をなぜか工具のセットまで用意してやってたもん。そんな感じで時間は潰してたもん。みんなも時間潰しとか何かしてたもん。ライモンは、いろいろ言ったもんけど、最終的にはお昼寝が一番の時間潰しだったもん。授業聞いてなかったもん。武器ではなく、恋のキューピッドの矢を使えるとしたら誰を狙う？武器としてではなく、キューピッドの矢を使えるとしたら、石油を狙うもん。石油を狙うもん。もう、それは多分みんな大体だよな。多分、そういう石油王とか、大富豪とか、そういう方たちを狙うと思うけど、違うもんか？なんか好きな人を狙うっていうピュアな感じの人いるかもしれないもんけど。ライトさんお茶ありがとうだもん。嬉しいもん。そう。だから好きな人を狙うよりも、とりあえず、理想よりも実利を取るという、石油王とか大富豪をライモンは選ぶ感じだもん。気づけばもう2分切ってしまったもん。そう、パソコン今日届く。この後8時から12時の間に届くから玄関まで待機するもん。そう、ずっと待機している。ピンポンの音を逃さないように。初見さんありがとうだもん。ライトさんありがとうだもん。よろしくだもん。ライモンだもん。よろしくお願いしますだもん。そう、よかったらみんな通知サポ登録してくれると嬉しいもん。そう、PC 届くの嬉しいもん今日。そう、だからずっとこんな朝っぱらから配信徹夜して寝れなくて、こんな朝っぱらから配信してるもん。みんな登録とかよろしくお願いしましたもん。お時間終わりやから、おつもんだもん。おつまーん。